どうも、こんにちは。今月も気になったガジェット関連のニュースについて喋ります。2024年3月に気になったガジェットニュースです。まずはこちら。7インチのクラムシェル型のゲーミング UMPC、アヤネオフリップ GS の国内予約受付が開始されました。アヤネオフリップ GS は7インチのメインディスプレイと 3.5 インチのサブディスプレイを備えた2画面のゲーミング UMPC です。こんなに小さなサブディスプレイ、一体何に使うのと思いましたが、設定画面を表示して、ゲーム中に設定を変更したり、ブラウザで攻略サイトを表示したり、YouTube で動画を視聴したり、ゲームをしながらいろいろなことができるようです。ゲームをしながら、スマホで攻略サイトを調べたり、動画を見たりすることって結構あるので、それを一つの PC でできるとなると、これは面白いですよね。気になる価格は、Ryzen 7 8840U 搭載でメモリ 32GB、ストレージ 2TB のモデルが17万6000円。発送予定は6月下旬になるようです。簡単に手が出せる金額ではありませんが、触ってみたいですよね。3月下旬の段階では、Ryzen 7 7840U 搭載のモデルの発売が予告されていたのですが、この動画を編集している4月3日の段階で予約受付ページが見つからなくなっています。ちなみに、アヤネオフリップシリーズには、キーボード搭載のアヤネオフリップ KP というモデルも存在するのですが、こちらは日本版の発売が正式に中止されたようです。キーボード搭載のモデル、欲しかったので残念です。続いてはこちらのニュース。Galaxy Z フリップ、フォールドのシリーズで、常に折りたたみスマホのトップを走り続けてきたサムスンが、とうとう、ファーウェイに折りたたみスマホのシェアで敗北したそうです。僕は、現在、Galaxy Z フリップ5を使っていて、折りたたみスマホといえば、サムスンってイメージでいましたが、ファーウェイって、いつの間にか、折りたたみスマホをたくさん出してたんですね。ファーウェイのスマホって、諸事情で Android が搭載できなくて、Google のサービスが一切使えなくなって以降、日本ではあまり見なくなりましたもんね。気になったので、今現在、ファーウェイから発売されている折りたたみスマホを調べてみました。まずは、縦折りでコンパクトな、ファーウェイポケット2。これ、かなり大人っぽいおしゃれなデザインですよね。外側にカメラのレンズが4つ搭載されていて、それぞれ5000万画素広角、1200万画素超広角、800万画素3倍望遠、200万画素スペクトル超光らしいです。かなり綺麗な写真や動画が撮影できそうですよね。続いて、開けばタブレット並みの大画面になるファーウェイメイト X5。こちらも大人っぽいシックな感じのデザイン。外側にはカメラのレンズが4つ搭載されています。画面に触れなくてもジェスチャーで操作できたり、独自の機能もいろいろ搭載されているようです。この2機種が現在ファーウェイから主力の折りたたみスマホとして販売されているようです。日本では見かけたことがありませんが、折りたたみシェア世界一ということは中国ではたくさん売れているんでしょうね。個人的にはエレガントな雰囲気のファーウェイポケット2が質感等も気になるので、一度実機を触ってみたいです。3月に気になったニュースはこんな感じです。アヤネオフリップ KP の日本国内での発売中止は残念ですね。手に入れるには臨時豪華を利用するしかありません。逆になんか欲しくなってきちゃいました。それでは今月はこの辺で、また来月お会いしましょう。